はい、じゃあ続きましてですね、この心拍のちょっと太めの枝を動かしていきたいと思います。まずですね、この枝、この下枝ですね、ここから出てるやつ、これをもっとこの幹に近づけてグッと落としていきます。でその時にここにですね、ここの部分多分裂けてくるんですよ、ここが。で裂けてくるので、ラフィアをねこう巻いてもいいんですけど、よっぽど多分こいつそこまで裂けないんで、今回はそのまんまいきますけど、ラフィアを巻いて曲げてもいいです。ラフィア巻く場合は、こっちからこの辺ぐらいまでですね、こっからここの間でこう巻きつけてあげた方が、ここの上側が割れてくることがないと思いますんで。よいしょ。でちょっと太めの針金で寄せていきますね。よいしょ。でこのジャッキを使ってでこのジャッキ、心拍なんか強いから、こういう、もう少し太い枝になった時はノコギリでこの下側ですね、下側切り込み入れたりとかして曲げるっていう方法もできます。でこれが今曲がった状態で、これジャッキ離しちゃうとそのままさっきの位置まで戻るんで、その戻りを針金で引っ張って止めます。で今回シャリ側に当て込むから特にゴムとかしないんですけど、でこんな感じですね。で今この曲げた先をできれば2つぐらいに棚を分けて作っていく感じですね。こっち側はこういう感じで、次これですね。でこっち側ももしこの、こことこの位置とこの位置で引くんですけど、ここが曲がってくるんですよね、ここの部分で割れるとしたら、ここが頭の部分が割れてくると思うんで、もしラフィアを巻くんだったらこのシャリがあるこの
幹の位置からこのちょうど曲がってる先ぐらいまではラフィアを巻くなら巻いた方がよっぽど安心だと思います。ちっちゃくて聞こえないかもしれないですけど、ミシミシなるんで、なんとなくこう危なくなってくると分かると思いますんでで、太いのを大きく曲げる時なんですけど、気持ちこの辺にしたいなっていう理想よりは深めにいっといた方がいいと思います。木もやっぱ成長していくんで、どうしても針金を外した後に多少やっぱ戻るんで、こういう太いのを曲げるときはちょっと強めにというか、気持ち多めに曲げてあげた方が
でまあ今ここだけかけたんですけど、こいつがちょっと下で棚になって、まあ、この辺がこっちに前側を寄ってっていう感じで、ちょっと頭をちょっと小さめにして落ちてく枝で棚作って、でこっちをさばきながら2段の棚にしていくっていう感じで作っていけば出来上がりです。こんな感じですね。